はい、こんにちは。小島漁師浜湯です。やってきました。1年ぶりのマナガツオ漁というわけで、今ね10匹ぐらいは取れてるみたいなんで取り行きたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。しめだら、はい、じゃあマダラエキスを吸収しに来ました。衣、かわいいですね。はい、じゃあ長靴を履いて、じゃあこう積んで、送っていきます。決めて、よいしょ。はい、冷た。で縦に氷を入れます。よいしょ。で蓋をして、風で飛ばないように重し。はい、じゃあ沖行く前に網やる準備していきます。ちなみに何回も言ってますが、こちらのネットローラーは550万です。でこちらの勇敢だけ、これガイロっていうんですけど、これで網をこうね動かすことによってこの円に太鼓にね綺麗に巻けるという仕組みです。このステンの塊だけで50万ですからね、すごいです。アルミだっけ、違うな、上はステンだ。アルミって溶接がすげえ特殊で、なんかその溶接のアルミ用の機械がねないとなかなか難しいらしいです。でこちらの網なんですけれども、マナガツオの網なので、このサーラの網よりね目合いが大きいんですよ。こんだけ枠があります。こんにちは。でこれがマナガツオが入ってかかるという仕組みですね。でサーラの網はもうちょっとこれぐらいで、取るものによって網の目が変わります。だからねよく網を乗せ替えたりするんですね。でこちらの網、長さが2キロ、約2キロで高さが30メートル、2キロと30メートルです。で網やる前にこれを出していきます。でこれ中入っていったのが僕がよく言う逆巻きですね。これが操業中にあるとすげえ大変です。これで網の準備は OK。 はい、で今日は腰巻き忘れてしまったんで、簡易的な昔のライフジャケット。OK。 はい、じゃあメインスイッチ入れて、これ入れっぱなしだとバッテリー上がります。でエンジンをかけます。ではしごが飛ばないようにくくります。 OK。はい、じゃあ現場に到着しました。今日はですね、こちらの GoPro 主観ものでお届けしていきたいと思います。主観が基本です。はい、それでは主観ものですので、私の小入れでやっていきたいと思います。いつものように右上か左上かどちらかにワイプがあることでしょうね。はい、じゃあね網やる準備をしていきましょう。灯台にロープくくって、受けもつけていきます。で今回は北から南槍だったので、灯台がいつもの青色ではなくて赤色です。北が青色、南が違うわ南が赤色、北が赤色ですね。それでやっていきます。なんで色が違うかっていうと、こう大きな貨物船とかが通った時とかね、底引き網が通る時にその網がそっちからどっちに向かってやっているのかが分かるようになっております。そうしたらその上を通ることがなかなかないというか、避けやすいということですね。でこの丼を等間隔でつけて、海の上を流す、潮に乗って流すことから流し差し網と言われております。さあ2キロの網がやり終わりましたね。はい、でブレーキして、ロープほどいて、これもまた、青色の灯台につけて、網というか灯台を入れて OK ですね。はい、灯台を外して、これで網繰りは終了です。ドカーンと。はい、じゃあ網やりが終了しました。だいたい2キロ、30分ぐらいかかりましたね。長かった。久しぶりに全部網入れました。もう今日は待たずに今から上下行って、もうすぐ上げたいと思います。主観でね行きます。上下ではなく網下のことですね。それでは早速、北から南に行ったから北の方に向かって、網のポイントにやっていきましょう。入れた方です。でいつものようにカッパを装着、それから長靴を
長くね手袋を装着して、向かっていきたいと思います。ついてるんですけどね。で灯台が見えてきました。で灯台を、船を下げて、灯台のところ行って急いで上げていきます。この時にね潮が速かったり風が吹いてたりするとめちゃくちゃね上げるのが大変なんですよ。で灯台からロープ外して、急いで本線の方にくくっていきます。こちらは輪ですね。自分のロープに輪をして、なんかキュッて締めるやり方です。で次にガッチャンを入れていきます。でこのガッチャンっていうのが、こういうね、こういうようになってて、でこうなって船のペラに網が巻かないようにするための道具です。で2インチのポンプも入れて、ここら辺なんかガチャガチャして網を巻いていきます。さあ網が上がっていきます。果たして魚は来るのでしょうか。で潮が速くて、こういうね赤い灯台、赤い丼がね後ろに行ってて、後ろからはくれないので今横から上げたっていう次第ですね。細かいです。さあ網が上がってきました。でこういうつけていった丼の紐をこの網じゃない泡っていうんですけど、浮かないんですよこの泡は。でこれの間にはめてやります。で今こうやって動かしてるのは勇敢があってガイドラインで動くよみたいな。1匹目やってきました。トビエイですね。僕ねトビエイに昔っていうかこれに刺されてですね毒もあるんですよ。でも帰れないから3時間ぐらい海の上でずっと今年はですねマナガツオがめちゃくちゃ少なくて、最近ようやくほんと10枚取れるようになったそうで、そばも激高です。だからこそ、その中で、今日20ぐらいいたらすげえこれになります。でも上がってこないねやっぱり。さあこれでね今居酒屋が今っていうかだいぶ多分これ撮った時は1ヶ月ぐらい前なんですけど、居酒屋が忙しくて船がねなかなか出せなくて、船の後ろに柿がめちゃくちゃ生えてたんですよ。で網にボリボリかかって網が破れてたんで、ああいう感じでこう鍵を伸ばしてこうゴジゴジと掃除しておりました。はい。でこれが、海毛虫というね海の毛虫です。でこちらはですねうちの居酒屋で働くイケメンのバイト君ですね。食べちゃおうか。いやマジでいないですね。今網をちょっと戻しました。巻きます。なんか来そうだ。はい。でなんかね来そうな感じがしてるみたいです。なんか見えてきた。なんだ。果たして何が上がってくるのか。なんか見えてますね。緑の物体、ハマチですね。はい、こちらハマチ。そこまで超えてないというか、ちょっとどちらかというと痩せている。でこれを締めて流水1抜きでやっていきます。でこれもね木寿司って言って、しめ鯖みたいに酢で締めるとねめちゃくちゃ美味しいんですよ。でこれも2匹目、これは生かしておきます。最初から生かせばよかったなと思ったんですけど、そんな数が来るとは思わなかったので締めておりました。でなんか来たみたいですね。またハマチです。はい、こんな感じでハマチが上がってきました。そうですね。なんかもう最近 YouTube 撮ってなかったから言葉が拙いですね。なんか網が引っかかったみたいですね。網が引っかかったみたいです。網の引っかかりを直しましたっていうことにしときましょう。決して、やらせをやっているわけではありません。網がちょっと馴染んでもういいかな。はい、網が馴染んだので上げていきたいと思います。さあそろそろマナガツオが来てほしいですね。やってきました。こちらマナガツオ、ようやく1匹目の超高級魚瀬戸内海のマナガツオ。瀬戸内海にはカツオがいなかったので、これをカツオと見立てて、マネガツオということでマナガツオですね。さあそれも首と尻尾を締めて、流水の中で血抜きしていきます。でもマナガツオってね本当流水血抜きしなくてもめちゃくちゃ身に血が残りにくいお魚なんですよ。それが不思議なんですけど。さあ2匹目やってきました。でそれも締めて、流水血抜きやっていきます。もうこのバイトの子たちが興味津々で見てて、で僕も子供の時にあんな感じで船のへりに立ってずっと見てたなと思って、懐かしい思いで2人を見てました。でこちらお化けクラゲですね。こちらめちゃくちゃ臭いので潰して網から外して、あれしていきます。でマナガツオの血抜きができたら、マナガツオをしっかり氷水の中に入れて保存
さあ網の色が変わりましたね。でまたお化けクラゲ、このお化けクラゲがめちゃくちゃでかかったんですよ。もうほんとめちゃくちゃでかくて、網がもう裂けて破れまくって、なんとかどうにかして、あとお化けクラゲが来るとめっちゃかゆいんですよね。でめっちゃ臭いから僕も網を握って今こんな感じで落としてますよーし、気持ちいい。負けたまああの後負けてね、結局そのまま網巻きました。もうクラゲついてたけど、でまたちょっと小増しなハマチですね。いいハマチです。でまたマナガツオ3枚目かな。これちょっとでかいですね。でね、僕指を怪我して、その指の感覚はまだちょっとあるんですけど、指先がちょっと完全にはなくてですね、だから前まで親指で外してたんですけど、今左手の人差し指で外してて、それが非常に外しにくいです。さあ4匹目のマナガツオ、いいマナガツオがどんどん来てますね。果たして何匹来るのでしょうか。6匹目、それも締めて同じようにやっていきます。さあ、何か来たのかな。来ましたね。こちらサバの子供でサバゴです。まあ食べ方としてはもう刺身にしても全然美味しくないし、まあ生姜煮にしたらぐらいですかね。やっぱサバは大きくないとその脂の乗りも良くないので、そんな感じです。でさすがにサバゴはね、網にかかっちゃうと死んじゃうので、おかずにしたりとか餌にしたりとか、そういう利用方法でやっております。そしてタイが来ました。でこのタイね、居酒屋でも出したんですけど、めちゃくちゃ肥えてて、見てください、これパンパンなんですよ。めっちゃいいタイでした。これは当然、後ろに持っていって、なんだ、花火なんか言ってるなと思ったら花火って言ってて、ちょうどこの日花火の日で花火が上がっておりました。いやもうちょっとね早く終われば花火見に行けたというか、近くまで行けたんですけど、残念ながら遠くからしか見ることは叶いませんでした。でマナガツオ8匹目かな、ちっこいけど8匹目で、ようやく網繰りが終了しました。そろそろ私の口が乾いてきた頃だったのでちょうどよかったです。でこちらの青い灯台も上にかけて、ほどいて、で次は何をするのかなということで、当然マナガツオを氷の中で、冷やしていきましょう。でこれを明日市場と、居酒屋の方に持っていくかなっていう感じです。で閉めて OK ですね。そしたら船の上も洗って、帰りたいと思います。はい、じゃあですね、沖行って帰ってきて、居酒屋そのまま帰ってちょっとだけ手伝って、でお家の方に帰ってきました。で明日はですね、取れためちゃくちゃいい鯛を居酒屋に出すのと、マナガツオも、出して、でプラスですね、マナガツオを明日言い過ぎですね、マナガツオ1匹丸ごとですね、とある料理にしたいと思います。察しの人は多分ね、どうせあれでしょうみたいな、あれしてあれするんでしょうみたいな、反則出すんでしょうみたいなね、バレバレかもしれませんがお付き合いくださいませ。それじゃあ今日は寝ます。おやすみ。はい、でハマチは、居酒屋に出します。食感を楽しめたら多分今日だったらいけて、明日だったら油入れてなんかフライとかかな。はい、というわけで帰ってきました。もちろん今日の食材はこちら。はい、もちろんマナガツオです。で今日はですね、こちらのマナガツオを使ってこの丸々1匹ですね、味噌漬けにしてやりたいと思います。でマナガツオの由来なんですが、何回も言ってますけれども、瀬戸内にねカツオがいなかったので、それをねカツオに見立てた、こちらのマナガツオをカツオに見立てたカツオ、マネガツオ、マネタカツオでマネガツオマナガツオになったと言われてます。あとね、シーにうまい魚とかってそういう意味もありますが、早速やっていきましょう。レッツゴー。僕のチャンネルではもう何回も見てるんで、もう簡単に観察だけしていきます。お目目はこんな感じで可愛いですね。なんか全体像としてはマンボウの小さいバージョンみたい。そして鱗がですね、このように小さい銀の鱗がついてます。でこの鱗が剥がれてない方が新鮮とかっていうのがね、市場でもあるんですけれども、実際剥がれやすいし、鮮度にはね、鱗が剥がれているが剥げてないが実際は関係ないです。手でもこうやってね簡単に剥がれちゃうので、これをね剥がさないようにやるっていう人もいますね。でお口に牙という牙はありません。クラゲを食べるとも言われております。果たしてどうなのか、それじゃあやっていこう。
それじゃあまずまな板に動かして鱗を剥いでいきます。金だわしでもいいし、こういうねちょっと硬めの頑固だし系でもいいです。これを使って鱗を剥いでいくと、そしたら簡単に鱗が取れていきます。もうすぐですよ。マナガツオの鱗なんてめちゃくちゃ簡単にすぐ剥げる。ジャーってやると、ほらもうこれで簡単に半目剥げました。半目っていうか半分ですね。で反対側もジャーってやって、よし、これで鱗は OK です。綺麗に剥げた。イエイ。じゃあ1匹漬けということでエラと内臓だけ取っていきます。エラはですね、ここマナガツオはつながってるんですよね、このエラが。でこのエラをこう切ってあげて出してあげる。出してあげて、ここから、腹を割ってお腹を出してピンクのものが溢れてきましたが、これは何か私には分かりません。これなんだろうね、内臓脂肪的な役割の何かなのかな。まあクラゲか何かですね。でエラは柔らかいので手を突っ込んで、引っ張ると簡単に取れます。はい、エラ OK。 で内臓ももうここから手を突っ込んでこういう風に出してあげると簡単に出てきます。ほら、でこの子はね腎臓も一緒についてくるんですよ。でこれが内臓、でこれが有水門だったかな。もう何回も見せてるんですけど、一応割っていきましょう。あれ注意です。集合恐怖体の人、こんな感じで、まあ多分ね表面積を増やして栄養吸収するかなんかでしょうね。これが歯の役割か、まあそこまでは分かりません。でこれが腎臓と卵です。で腎臓はこうやって取って、でここ次肝臓があって、肝臓もこうペリペリっと取ると簡単に卵ができて、で蝶々の出来上がり。パタ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 で肝臓も食べれるので肝臓も取っておきましょう。よし、こいつも味噌漬けだ。卵も味噌漬けにします。 OK。 でちょっとここら辺洗います。よいしょ。お、でまだありましたね、こちら。これ心臓です。これも食べれるんでつけておきましょう。今居酒屋のバイトでね内臓好きな人めちゃくちゃいて、心臓と肝臓を毎回その人にねあげて、その人いつもごま油で食ってます。内臓大好きマンですね。でこの子はね本当に腎臓が中に残らないタイプで、こうやってちょっとねのけてあげるともうほとんどねついてないんですよ。まあ一応きれいに洗います。よいしょ。でもう手だけで十分です。手だけできれいに洗って、はい、これで OK。 もうこの状態までになったら1週間とかね、こっちか1週間とかね、ぐらいは余裕で刺身でいけます。ピュー。はい、じゃあもう丸ごと味噌漬けですからこのままつけるわけなんですけど、切り込み入れないとねさすがに浸からないと思うんで、切り込みを入れていきます。なんか海外でよく見るこういうねかっこいい切れ込みを入れていきたいと思います。それじゃあいきます。うまくいくかな。確かこうしてこうして、あ、こうか、こうよし。雑に見えますけど切れ込みはちゃんと入ってますから、これで OK です。もうちょっとここにも1本、よいしょ。開いてみるとこんな感じですね。で反対も OKOK。 よし、はい、反対もこんな感じで、普通にこれお魚屋さんで買ったら多分1万円はしますね。1万円以上かな。これの味噌漬けがね本当に美味しいんですよ。いやもうなんていうのかな、この子なんぼ火入れてもパサつかない特性を持ってまして、なんか多分そういうスキルでもね異世界でゲットしてきたのかなと。まあきれいに水気拭いてあげて、で味噌漬けに使うものが、はい、こちら1、2、3醤油、酒、みりん、味噌、砂糖です。まあ味噌はね白味噌がおすすめかなと思います。よし、これで配合していこう。はい、じゃあボウルを用意して、まず味噌 1kg ぶち込みます。こうやってやると残りが少ない、誰でも知っている。でもう一丁。よし OK。 ちなみに指はこんな感じで、ひっつくことはなかったです。身よりやっぱ爪の方が伸びが早いですね。それだけでお酒を200で、みりん100で、砂の糖分と書いて砂糖、これを50ですね。よいしょ。ほんでめちゃくちゃ大事、醤油を50。これ醤油を入れることでめちゃくちゃ変わります。もうこれでコクが出る。これ入れた方が絶対美味しいです。んで手力で混ぜます。だいぶ水っぽいね。水っぽいけど混ぜていくと、はい、いい感じになりました。これが特製味噌です。合わせ味噌ちょっと入れてもいいだろうな。
で味噌を塗りたくっていきたいんだけれども、入れ物がないんだけれども、どうしよう。はい、というわけでいい入れ物がなかったんで、マナガツオを持ってきた入れ物に入れます。これちょっと洗いました。大丈夫というわけで、これにまず味噌をひいて半分引こう。よしすごい光景だ。でマナガツオをここに入れる。よし、入った。でさらに味噌を加えていきます。よいしょ。塗りたくれ塗りたくれ塗りたくれ浜湯。自分で浜湯っていうあんま好きじゃないんだよね。なんか気持ち悪い。よし、で塗りたくっていきます。おお、いいですね。中まで中まで。よし、でお腹の中にも味噌かまして、これじゃあなんか味噌がもったいないな。ちょっと別作戦でいきます。まあ現状こんな感じですね袋に入れちゃおう。でうちのゴミ箱ね、45リットルじゃないと入らないんですけど、嫁がね間違えて買ってきた30リットルがねちょうど役に立つと。これを使おう。ここにまずマナガツオを入れて、よいしょ。で残りの味噌もこの中に放り込むと。でこれをこっちに塗り込んで、よし。で空気を抜いてあげる。これで味噌が簡便に滞りなく入ったぞ。 OK。 ただ大事な肝臓を忘れておりました。水気取って、でこの中に放り込みます。よしよし、 OK。 でこれをこの箱の中に入れて、はい、これで OK。 よし、これを冷蔵庫に入れて、はい、これで3日間置いておきます。はい、というわけであれから3日経ちました。今日僕はバチバチ二日酔いです。さあマナガツオの様子を見ていきましょう。冷蔵庫から3日間眠りしマナガツオを取り出して、はい、というわけで様子を見ていきましょう。こんな感じで、使ってるのが分かります。まあ、全然分からないんですけど、ここから取り出してみて、お、いい感じですね。べっとりと使っております。じゃあこれをちょっと洗っていきましょう。おー、しっかり色使ってますね。で味噌はしっかり落としておかないと焦げの要因になるので、しっかりと洗っていきます。はい、こんな感じで洗いました。で中を見るとですね、ちゃんとね味噌の黄色い色が映ってます。完璧な仕上がりです。でこれを水気を取っていきます。うわ、すげえ、めちゃくちゃうまそうだ。めちゃくちゃうまそうだけど二日酔いで全然テンションが上がらない。よし、これで水気が取れたら、次にこのトースター用のやつにのせて、こんな感じ。はい、で箱洗ってたらね、中から肝臓と卵が出てきました。これもいけそうかな。黒いぞ。匂いは臭くないです。じゃあこれも焼きましょう。はい、じゃあ220度になったら中に入れていきます。よいしょ。最高に入らないぞ。よしよし、 OK。 これでスタート。はい、じゃあ待ちましょう。はい、それでは焼けていきました。開けていきましょう。オープン。めちゃくちゃうまそうに焼けてます。すげえ。わわわわわ。おお。はい、というわけで綺麗に焼けました。完璧ですね。めっちゃうまそう。おお、最高です。じゃあこちらを、こちらの葉っぱの乗ったお皿に移して、よいしょ。おお、すげえ。で卵と肝臓も添えて、それじゃ小鳥。はい、というわけで完成しました。浜湯特製マナガツオの味噌漬け焼き。それじゃあ宴を始めようか。はい、それじゃあ二日酔いなんで今日は休館満たさせていただきますが、めちゃくちゃうまそうに焼けました。いただきます。いや、めちゃくちゃこれはすごいですよ。うわ、身も柔らかい。おお、うわわ、めちゃくちゃうまそうです。いただきます。うわ、身ふわふわで、口に入れた瞬間味噌の香りが広がるのと同時に、マナガツオのねこの旨味と甘さ、めちゃくちゃいいステーキみたいに口の中でとろけるんですよ。大成功です。めちゃくちゃ美味しい。マジ最高。うわ、うまっ。で次に卵と、こちらレバーですね。レバー、肝臓です。じゃあ卵から。うわ、燻製みたいでめちゃくちゃビールが飲みたくなる。卵はもうちょっと脱水して辛くして水気飛ばしてもいいかも。美味しい。ビールが欲しくなるけど飲めない。今日はもう気持ち悪すぎて肝臓です。ちょっと臭いかな。肝臓は若干血の味がしますね。でもこれはこれで好きな人は好き。殿下の宝刀。
いやこれはほんとマジでうまいやばい、僕の YouTube に載ってから一番ぐらいかもしれない。お腹の周りとかやばいですよこれ。うわ、言葉にならない。米も持ってきました。でご飯にのせてご飯といただきます。めちゃくちゃうまっ。ビールが欲しい。はい、というわけでめちゃくちゃ美味しいマナガツオですね。もう知ってる人はいると思いますが、去年も販売したこちらのマナガツオの製品、またねこの後にちょっと紹介したいと思います。で残りは、バイトの子たちと分けたいと思います。ごちそうさまでした。ほんと最高だった。マジで美味しい。これはマジでうまい。自分のだから言うんじゃないですよ。はい、というわけでこちら小鳥で中を開けてみると、はい、そうこれですね。ドカン。はい、というわけで今年も販売いたします。去年150個がね、なんとたったの7時間で完売してしまった、マナガツオの味噌漬けです。これねマジでうまい。で大きさの比較はこれぐらいです。じゃあ結構でかいですね。それじゃあちょっと中を見ていきましょう。オープン。はい、こんな感じでもう1匹分のマナガツオがこう輪切りになってて1匹分の、状態となっております。これだけでインパクトがすごいです。でこれは全部が味噌漬けとなっていて、僕がさっき動画で食べたね美味しい味噌漬けが、真空パックされて最高です。はい、でこちらのマナガツオの味噌漬けの製品なんですけど、結論から申しまして去年の販売価格より値上げします。すいません。で理由は何でかっていうとですね、マナガツオが少なすぎてマナガツオがめちゃくちゃ上がっております。本当に正直に言うと、僕が加工センターさんに支払うね金額、去年の販売価格より上がる可能性が高いです。まだ完全に原価は出てないんですけれども、それでもめちゃくちゃね高い金額になると思います。ただ買って僕は絶対後悔させない自信があるぐらい美味しい商品ですので、皆さんよかったらよろしくお願いします。個数は去年が150で今年はおそらく200ぐらいにはなるだろうと思ってるんですけど、去年7時間で売り切れてしまったので今年はどうなるか分かりませんが、でも本当にこれはマジで美味しいと思います。まあこんな感じで、皆さんまたお会いしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。 See you next time. バイバイ。